はい、マクティです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、こちらアバルトのいいお借りしてきました。いやー、雨っていうことでちょっと心配でございますが、よろしかったらご覧ください。どうぞ。雨の中ね、お借りするのちょっと忍びなかったんですけど、もう2ヶ月ぐらい前にね予約していたのでしょうがないですね。今ですね、借りてきて1時間ぐらい経ったんですけど、なかなかですね、いや、いいなっていう方が印象深いですよね。何がいいかっていうとね、やっぱりもう僕はほら、もう僕のアバルト10年選手じゃないですか。いろいろ補強してるんですけど、もう全然段違いに品格があると。何なんだろうこの足回りってぐらい足回りがすごく良くて、このかなり所沢の方に向かう道ってうちからだと道が悪いとこがあるんですけど、全然関係ないって感じで、今ね、例のスピーカーサウンドシステムはオンにしててですね、アバルトらしいブーって聞こえてますね。内装ですがすごくですね、こう高級感あるんですよね。こうなんていう、いろんなところに高級感漂ってますね。やっぱデザインも洗練されてますよね。実際ね、こうやって乗ってみるともう全くですねイメージが変わりました。最初ね、やっぱりエンジンがなくなって電気になるなんてどうなんて思ったんですけど、乗ってみたらですね、これめちゃくちゃ面白いんですよね。途中ちょっと峠あったんですけど、おーって感じですごくですね、足回りがいいし、あとアバルトらしい、ほんとね、僕の世代のアバルトっていうよりもシリーズ4以降の2017年車のアバルトとすごくなんていうんですか、さらにそれを品を良くした感じ。あと今日雨なのでよく分かったんですけど、ワイパーが改善かなりしてますね。ワイパーもこのなんていうんですかね、速度に感応するスピードになってたりとか、止まるとワイパーゆっくりになって速くなるとスピードが上がっていくとこうやるとかね。あとそのアバルトのあるあるのワイパーがノイジーだったりするじゃないですか。これは全くそんなことないですね。あと近代的になった近代的っていうか、ミラーにね、隣に車が来た時にミラーに警告がつく車両接近警告のマークが出るという感じですね。ブーっていうスピーカーから鳴ってる音なんですけど、当然シフトアップしていくわけではないので、エンジンの回転に合わせて排気音が大きくなっていくという感じで、なんかね、音量的にも上がってる気がするんですよね。回転のなんていうんですかね、回転の音が高くなるだけじゃなくて音も大きくなってる気がするな。なんかそんな感じがするんですけど、どうなんですかね、実際外で聞かないと走り去っていく音っていうのは分かんないんですけど。あとこうステアリング周りね、これかなり近代的になりまして、いろいろついてるんですけど、ディーラーさん曰くやっぱりこう今カープレイがほとんどなので、カープレイにつなげた時にかなり有効になるみたいです。あと設定がそこら中ね、いろいろあって、なんていうんですか、法定速度になると多分ナビでここが50キロとか60キロとか拾ってるんだと思うんですけど、その法定速度を越すとなんかメーターで音がプーンってなったりとかするんですね。で、あと慣れなければいけないのがこの回生ブレーキシステム的な、このワンペダルってすごくね、ほんとブレーキがかかるんですよね。もうエンブレとかと違って、もう後ろのブレーキランプもつくんで、
どのくらい離すとついてるのか分かんないんですけど、まあね、しょっちゅうアクセル離したりするたびにブレーキランプがピカピカつくのか、それともある程度止まりそうな時にブレーキがつくのか分かんないんですけど、さっき後ろの車雨なので映ったんですけど、見てたらブレーキランプがアクセル離すとピカってつく感じだったので、まあその辺賢いなって感じです。音はちょっとねシフトアップしたくなる感じの、ずっとなんていうのかな、今60キロジャストなんですけど、僕の車で言ったら3速でずっと走ってる感じなので、なんかここでペダルで上げたくなる感じはするかなって気がします。あと音を消すモードはなんかボタン一つでできるのかと思ったらですね、これまたそんなことはいかず、結構設定がいろいろあるので、最初教わったんですけどはっきり言って覚えてないですまあアバルト乗りだったらね、これずっとアバルトの音聞きたいから切ることあんまないのかなっていう気がしますけど、住宅街とかに帰ってくることがあったら、そういう時はなんかボタン1個でね切れるとファンクション的に切れたらよかったなっていう気はしますけど、航続距離が300キロ弱って教えてもらったんですけど、エアコンがオンだとやっぱりエアコンの電力もバッテリーから取るということで、最初が200ちょっとだったかな。で今 92% で195キロで、チャージをねどこでできるんだろうと思って調べたんですけど、なんかイオンでできるらしいんですけど、なんかね会員にならないとダメっぽいので、ちょっと無理そうな気がしますので、ちょっと空にならない範囲で行ってこないといけないなという感じですね。できたらね、晴れてたらこれオープンにしてね走りたかったな。もう残念。もう昨日と今日一日ずれていたら天気が、そしたらねエアコンも使わずに走れるから、もっと航続距離が伸びたと思うんですけどね。まあ仕方ない。雨の中でもポジティブにちょっと行けそうなとこまで行って戻ってこようかな。目的地というか、いつも走り慣れてるとこが片道30キロぐらいか、合わせて60キロ。まあこのメーターが適切で正しければ余裕で行って帰ってこれるんですけど、心配なのが家に帰ってきてからお店に戻るのができなかったらね、やばいですからね。なのでちょっと心配してます。内装はここにねアームレストがつきましたよ。こうやってね、僕アームレスト使わないからあんまり関係ないんですけど、アームレストが欲しい方は嬉しい装備になったと思います。でここにねこうやっていっぱい並んでるボタンは、これは全部エアコン関連で、画面がここに出るということで、例えばこうやって上げたらここに出ると、温度とかまあ押すか上げるかって直感的にすごく操作しやすいという感じです。でシフト関連も、シフトというか前に進むバックする、あとパーキングというのはボタンですね。一応ニュートラルもあるんだね。まあニュートラルないと押せないからな。エンジンがどうのこうの言ってましたけど、電気の時代もありだなって気がします。これがあとは航続距離がバッテリーが改善するのか、こうモーターの効率が良くなってパワーが上がる時代が来るのか分かんないんですけど、航続距離がねだんだん400とかになってくればもっと普及するんじゃないかな。あとはクイックチャージでねできるとかね。あとは家庭用で、まあ、200ボルトに家は改造しなきゃいけないので、僕みたいにアパートでは無理ですけど、ご自宅の方であれば、まあ、電気の方が安いのかな。全然ね、ガソリンも今高いですからね。今ですねサウンドを切ってみて、もうもろ電気カーみたいに走ってるんですけど、僕ねこっちの静かな方も好みだな。なんか静かなんだけど走ってて結構アバルトっぽいし、
この動きがね。全然別に音が欲しいとかいう時もあるし、こう静かなとこがいい場合もあると思うんで、そういう時はね音は切ればいいかなっていう感じです。で音を消すのにさっきも思ったんですけど、走ってる時にボタン操作では消せなそうで、止まってる時信号待ちとかで慣れれば多分 2,3 秒でカカカってできるんじゃないかな。慣れてない僕でも5秒ぐらいでできる感じがしたので。あと、気になる電気の減り方なんですけど、バッテリーの減り方としては、今エアコンを止めてツーリズムモードでちょっととりあえず移動してみてるんですけど、やっぱりそうすると減りが減りますね。さっきまでスコーピオンのストリートにしてエアコンもオートにしてたんですけど、なんかねこれどんどん見るうち減っていくので、やばいな、帰れなくなっちゃったらまずいなってとこもあって、そんな遠く行くつもりはないんですけど、なんか思ったより減っていくのが早かったので、そこはねちょっと今持つようにしたら、これだったらいけるかなって感じですね。あとここね、なんかここにワイヤレスチャージがあるのでキーは乗っけないでくださいと、キーが壊れるらしいですね。なのでここは iPhone とかワイヤレスチャージをするためのところですね。これであとは本当ねバッテリーの持ちだけだね心配なのが、慣れてないからだけなんですけど、200キロ行く前に休めばいいってことですよね。だいたい僕がツーリング行って200キロは走んないもんな、1回の走行で。だからやっぱり150キロずつぐらいで休みますから、その度にチャージすればいいだけなのかなって気がしますね。前 500E 乗った時にはやっぱりそんな長い距離も都内だったしできなかったんで味わえなかったですけど、こうやって長い距離試乗できる機会を与えてもらってですね乗ってみると、やっぱり改めていいもいいな、いいのいいなっておっさんギャグじゃないんですけど、本当ねすごくありだなこれ。もちろん値段がね値段なのでおいそれとは手が出ないですよこれ。今のね円安どうにかしてくれよって感じの人いっぱいいると思うんですけど、円安とかねいろんなことが合わせてお値段もいいですよねこれ。ちょっとなサラリーマンにはなかなか手が出しにくい値段ですよね。ほんとさっきからね全然忘れてましたけど段差が気にならない。あまりにも乗り心地が良くて、だからって柔らかすぎないしふわふわしてないですね。なんか懐が広い足回りになったなって感じ。これは2017年以降の後期モデルの足回りよりもやっぱり、洗練された感じは受けるな。適度にしなって適度に硬くて、こういうゼブラゾーンなんかもそんなにバン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 って跳ねないしね。トンネルの中ですけどむっちゃくちゃ静かだね。びっくりするぐらい静か。電気自動車ってこんなにトンネルの中静かなんだね。ちょっとだけ路面の音がするけど、あと風切ってる音ぐらいしか感じない。なんかモーターの音とか駆動系の音とかほぼ聞こえない気がしますね。いやトンネルの中に入ると良さがよくわかるな電気自動車。はい、峠まで来てこっから
トンネルと外を繰り返すところになります。トンネルの中を入って分かったのが、ワイパーね自動だわ。これなんかね、雨が当たんなくなってきたら止まった。さっきで即座に外に出たら即座にまた出たから、雨天センサーがどっかについてるんだね。これ雨の量によって自動でこれが増えたりする感じだね。いや、このなんていうの軽快さ、これ面白いな。この峠で集中できるしね、シフトチェンジがないからステアリングに集中できる感じで、踏めばもうゴーカートのようにギャーって出てくから、これはすごいね。もうトンネルの中のこの静けさが不気味だよね。いや、これ面白いな、ほんと峠。今モードをスコーピオンのトラックモードっていうのにしました。音が変わるわけではなくてトラクションが強くなる感じですね。いい音するな。聞こえるかな、聞こえないかもな。すげえアバルトそっくりっていうかアバルトなんだけど、アクセル思いっきり踏んで離した時の音がすごくいいね。おー、なかなかいいじゃないこれ。街中だとただねブオーって感じだったけど、こういうところで踏んで離すとすげえなんかこのブワーンって上がっていく時の音がすげえいいなこれ。あ、やっぱアバルトだなこれ。よくできた音だなこれ。トラックモード走りやすいな。やっぱりワンペダルはちょっと慣れが必要な感じでも、回生ブレーキが効くからなのか、トラックモードも回生ブレーキあるのかな。ちょっとねメーターがトラックモードにすると回生ブレーキマークが出なくなるんで、もしかしたら出ない回生ブレーキ弱まるのかもしれないですね。だからってトラックモードにしたからって今この普通に法定速度で走ってる分にはバッテリーがみるみるうち減っていくなんてことも特になさそうですね。そうね、アバルトの音を楽しむんだったらスコーピオンのストリートではなくてトラックモードの方がいい感じですね。これは十分楽しめる車だな。電気カーになってもアバルトがつまんなくなるってことはなかったなって感じですね。このドア開けるこのモード面白いね。これ電子ロックみたいでね、すげえドアの音も高級だな。締まりもいい。はい、奥多摩まで来てあいにくですね、すごく雨が残念なことになりましたけど、市場はとても雨のドライブ好きなのでね、楽しかったです。結構いい音するね。すごくねびっくりしました。アイドリングの時だけだとちょっと分かんなかったんですけど、アクセルバーン踏んで離すともうもろにアバルトっぽい音がしてすごく楽しかったです。トンネルの中もね、音を消してるともうまるっきりさーって静かな音で、もう何の音もしないぐらい、タイヤノイズぐらいじゃないですか、ロードノイズぐらいがちょっとするぐらいですごく静かなんですけど、このアバルトの音を出してる時はね、トンネルの中もすごくいい音出してました。こちら足回りねすごくよくできてるなと思いましたね。
乗っててですね、今までの荒々しさも残しつつすごく乗りやすさもあって実にアバルトっぽいという感じで、このタイヤがね BS のこれなんか噂によると電気のこのアバルトみたいなこういう電気カー用に作られたタイヤだということですね。ブリヂストンさんもやりますね。すげえロードノイズが静かでした。そして車格ですが、こちらね結構大きく感じたんで、僕3ナンバーなんじゃないのって思うぐらい大きかったですけど、実際ね乗ってみるともう今までのアバルトと一緒だったんですけど、ちょっと幅が広く見えて7センチぐらい幅が広がったらしいんですけど、でも5ナンバーということで、ということはやっぱりもともとの僕らの世代のアバルトって相当ちっちゃいんだね。あとねブレーキもね回生ブレーキが効くので、ほとんどこのブレーキパッドも減らないんじゃねえのっていうぐらい、もう全然ねブレーキ踏むことがほとんどないですね。スコーピオンのトラックモードにすると僕らのエンジンのアバルトに近い感じでしたけど、ツーリズモとスコーピオンストリートとスコーピオントラックモード、その3種類で乗り味が違うのも面白いですね。ほんとね電気カーだからって侮ってましたけど、これはこれでありかなって感じ。カスタム好きにはねこれからは外側いじったりホイールを変えたりとか、そういう時代が専門になるのかもしれないですね。であとねこのテールのねこの角度がねかっこいいなと思って、この出っ張ってる雰囲気が、これが全体的にアバルトらしさを出してて面白いですね。でフロントのねこのお目目もアバルトらしさで可愛いんじゃないですかね。いや残念なのがキャンパストップ開けられなかったことだよね。いや開けたかったなこれ。昨日快晴だったのにな。今帰り道下りこう降りてきて思ったのが、下りもねすごくいいっすね。特にこの回生ブレーキの下りってすごく便利で、なんかこう適度に効いてくれるんですよね。ブレ的にブレーキを踏まなきゃいけないやっていうところも回生ブレーキだとこうアクセル離した瞬間ヒューっていい感じでブレーキがかかるなというのが分かりました。いずれにしてもねこのアバルト500いいですか。いろいろいい点がすごく気づけたんですけど、見た目ももちろんすごく可愛いしデザインが洗練されているというところもありますが、一番ね今回乗って思ったのがまずボディがすごくいいなというのが感じました。あとこのボディの良さは重心から来るのかもしれないなって感じるのが、このコーナーの何ていうんですかね吸い付く感じで曲がっていくんですよね。それが多分なんかバッテリーが下にあるからなのかな、どうなんだろうってところですけども、コーナーが本当ね吸い付く感じで曲がってきます。それとあと足回りがよくできていて、こんなにね足回りいいと思わなかったですね。後ろも東証ビームだし、正直言ってですねシリーズ4とそんなに変わんないんだろうなと思ったんですけど、いや全然いいなっていうのは感じました。あとですねこう走ってて今ここがちょうどうるさいとこなんですけど、これねタイヤがいいのかボディの静粛性がいいのか分かんないんですけど、路面のノイズがとにかく静か、びっくりするぐらい静かですね。今までエンジンカーでもほらね当然ニュートラルとかほとんど吹かさなければエンジン音もほとんど入ってこないので、もっとタイヤがゴーって感じで入ってくる感じするんですけど、このタイヤだけでここまで減るとは思えないので、なんかこのねインナーとかいろいろこう防音してるんじゃないかなって気がしました。ほんとね静かなんですよ。あれ路面ずっとなんか静かなんだけどってさっきから走ってて思って、これもしかしてボディの方なのかタイヤなのか分かんないけど明らかに静かだなっていうのを感じましたね。一番いいのはアバルトらしさが消えてないことでした。ほんとねこれは思いましたね。
アバルトらしさがもっとね消えちゃうかななんて電気だとね思ったんですけど、正直でも全然今ねエンジンサウンドっていうサウンドジェネレーターみたいなやつ入れてないんですよね。オフの状態、それで乗っててもこの静かなアバルトって感じで、なんだろう、パワー感っていうよりもこのホイールベースとかステアリングの操作感とかこのコーナーの曲がった感じ、これがなんかやっぱりまあシリーズ3の頃から比べるとかなり洗練されてますし、シリーズ4から比べてもかなりね良くなってる気がするな。あとねこのワイパーキットね、これねもうほんとここごと交換したいぐらいよくできてますよこれ。まあさすがにこれ僕らの世代には使えないんでしょうけど、このワイパーはね優秀だわ。もう設定1箇所にしとくだけで ほぼオートワイパー的に効いてくれるので、なんかね全然ワイパーの存在っていうかワイパーの操作を忘れさせてくれる感じで、今完結になったとかね、今連続になったとか、それが自動でやってくれるのでもう忘れてる感じです。あとこのねサウンドジェネレーター、これはこれですごく面白かったのが、こういう巡航するような街中では正直なくていいかなっていう僕は思うんですけど、峠でオンにするとねすげえ面白いですね。バーンっていう感じですっごくね、いやここまでよく再現したなと思いました。一つだけ欲を言えば、このスコーピオントラック、スコーピオンストリート、あとツーリズムっていうその調整した際にそれと連動してるのもありなんじゃないかなっていう気がしますね。例えばトラックの時だけ音が鳴るとかね、そういう設定の方法ないのかな。それがあればね面白いんですけどね、なんていうのかな、音が鳴ってる時はトラックモードだとかね、まあもちろんメーターにね今ツーリズムだとか今スコーピオントラックだとか表示はしてるんですけど、やっぱりトラックになったら自動に音が鳴るとか、それもあれなんじゃないかなって気がしましたね。それではですね、今日もご覧いただきありがとうございました。ちょっと雨の中の試乗会ということで残念でしたけど、また晴れの日に乗れるチャンスが巡ってくるといいなと思ってます。またですね、いいねとチャンネル登録していただけると励みになりますのでよろしくお願いします。またではご覧ください。バイバイ。